春期の痛み。これは思春期にありがちな心が痛いエピソードを皆さんから募集して紹介するコーナーです。では今週届いたエピソードを紹介していきましょう。ラジオネーム芽キャベツさん。私は中学生の時、同じ部活ダンス部の一つ上の先輩に憧れていました。同性でしたが、とてもかっこよくて憧れていました。先輩が中学を卒業するとき、校舎の階段で私は思い切って先輩にネクタイをくださいと言いました。先輩は心よく制服のネクタイを私にくれました。とても嬉しかったです。が、私は持ち帰ったネクタイをハンガーにかけていたら、お母さんが知らないうちに洗濯してしまい、私のネクタイと混ざってしまいました。どれが先輩のネクタイなのか、もはやわかりません。やってしまったなぁと思いました。それが忘れられない私の思春期の痛みです。痛恨のミスですよね。まあ確かに中学生ともなればもう洋服に名前を書くとかはしないでしょうからね。ネクタイね。高校生の時に制服がね、あれはブレザーっていうのかな、まあ、私服で通ってたんですけど、制服は一応あってネクタイがあってね、すごいなんかね、汚い黄色みたいな感じでね、みんなたくあんネクタイって呼んでたんですけどね、なんかこう霞がかった黄色みたいな色でね、曇った黄色、曇り空の黄色みたいな色でね、そういうネクタイでみんな嫌ってつけなかったんですけど、卒業式は着なきゃいけなくて、やっぱりそういう式典ごとの時は、まあ、ネクタイもみんなしょうがないからつってして、で最後にチャペルで卒業式するんですけど、式が終わって最後の最後に、なんかどの瞬間か忘れたけど、ネクタイをみんな上に投げるっていうお決まりの流れがあって、なんかアメリカ映画でよくあるようなあれの真似っていうか、あれをやるんですよ。まあみんないらないっていうこともあるのかもしれないけど、だから僕もそれで投げてネクタイどっか行っちゃいましたよ。確か拾っても誰のか分かんなくなるからね、上投げてみんな同時に投げるから。だから芽キャベツさんも気にしなくて大丈夫です。何のね、慰めにもなってないかもしれないですけど。だから制服、高校の制服どこ行ったかな。ネクタイは消えたと思いますね、僕は。そう。だから大丈夫です。みんなこういう痛みを経て大人になるんですね。このコーナーではこんな思春期の痛み、もといお宝エピソードをお待ちしております。